どうもこんにちは、4号ハウスのゆうこいです。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回なんですけど、最近レンズを2本買いまして、中華系のレンズなんですけど、2本で25,000円で購入したんですけど、このレンズが思いのほか結構良くて、買ったものぐらいさすがにちょっと顔を出して紹介しようかなと思って今回動画を回しています。短めの動画にはなると思うんですけど、どんなレンズを買ったのかとか、なんでこのレンズを選んだのかっていうことについて紹介していきたいと思いますので、よかったら最後までご覧ください。といってみましょう。まずこちらがパンケーキレンズなんですけど、 TTR チザンの 25mmF2 かな。結構小さくてすごい薄いレンズを買いました。価格がなんと8,000円。僕は、Yahoo ショッピングで買ったんですけど、8,900円でポイントがついて8,000円ぐらいだったかなと思います。このレンズを買った理由なんですけど、とにかく安かったから、いいんじゃないかなと思って。安くて、安いからですね。他に特に理由はないんですけど、このレンズを考えたタイミングで、TTR チザンの 27mmF2.8 っていう、富士の XF27mmF2.8 の、競合に当たるタイプの、中華系のレンズで、しかもAF がついた、オートフォーカスがついたっていうことで結構話題になっていたと思うんですよね。それを購入しようかなと思ってたんですけど、ちょうど発売されたタイミングだったんですけど、ちょっと悩んで本当に 27mm の F2.8 が必要なのかどうかっていうところ、そこを考えると 27mm って言ったらフルサイズ換算で 40mm ぐらいになるんで、結構その焦点距離自体は好きなんですけど、価格が27,000円か8,000円ぐらいだったのでどうしようかなというふうに考えて、それでかなりいいなとは思ったんですけど、ぶっちゃけ F2.8 から始まるレンズでオートフォーカスってそこまで必要ないかなと思って、そんなに視野外深度がキュッと狭いわけでもなく、浅いわけではなく、別にオートフォーカス必要かと言われるとそこまで必要じゃないかなと思って、でそれで選択肢として上がってきたのが、その時に知ったこの、25mmF2 ですね。スペック的には結構近いんですけど、質感とかもちろん違うんでしょうけど、でもこっちも結構かっこいいなと思って、それでいいなと思って購入をしました。で、実際使ってみたら結構良くて、そんなに悪いところがなく、なんかボケがすごいカクカクとか、ざわざわしてるとか、すごい特徴的な背景のぼかしとか、そういう感じでもなくて全然使いやすくて、一点使いにくいとしたらこのピントリングがちょっと固めっていうところなんですけど、その辺はしょうがないポイントかなと思います。で、絞り感はこの絞りのリングのところはほんのりクリック感があって悪くないですね。最近なんか自分的に刺さるレンズがあんまりなかったので、フォーカスが速くて解像感が高くて現代的なレンズが増えている中で、こういう違ったレンズ、ちょっと自分なりに楽しみを見出せるようなレンズを買ってみたのが良かったのかなと思ってます。はい、次。こっちも同じ理由なんですけど、X マウントのセブンアルチザンスの 35mmF1.2、 こっちもパンケーキタイプっていう感じにはなるんですけど、このサイズ感で、口径が結構でかくていっぱいいっぱいまでレンズがあるような感じで、ズドンって感じじゃなくて鏡頭に向かって細く尻すぼんでいるような感じの形になってます。これの特徴としては、絞りが F1.2 でマニュアルフォーカス、最短が 0.35 センチで、これで価格が、このレンズ中古で買ったんですけど 15,000円でした。めちゃくちゃ安いです。で、この2本セットというか2本一緒に購入してポイント引いて 23,000円ぐらい。めちゃくちゃ安いですね。で、これはサイズ感とかめちゃくちゃいい感じなんですけど、使いにくそうな点が1点だけあって、ピントリングがこの結構先端のところにあるんですよね。ピントリングがこの辺にあるのがちょっと自分的には使うのが難しそうかなと思っているポイントです。
ピントリングの硬さ自体はセブンアルチザンスの方が緩めでピント合わせやすそうですね。ただ F1.2 なんで開放で撮ると結構きついんじゃないかなっていう印象はあります。感想なんですけど、このレンズこの土日で使ったんですけど結構良かったですね。息子のお友達もおったんでちょっとあんまりじっくり撮るっていうことはできなかったんですけど、控えめに撮ったんでそこまで撮れてはないんですけど結構ピントも合わせやすかったですし、ちょっと絞ったら F2.8 ぐらいまで絞ったら全然スッとフォーカスも合いやすいですし、使い勝手はそんなに悪くなかったかなと思います。色味とかは結構好みだったなという印象があって、土曜日に撮った時は結構晴れてて青空の時に撮ったんですけど、空を撮った時の青がすごい綺麗だなと思いました。で、昨日が曇りで、紅葉とか、緑とかちょっとそういった感じの場所で撮ったんですけど、自然が多めの場所で撮ったんですけど、光が少ない時はちょっと微妙な色味になって後から現像したんですけど、納得のいく色味を作るのがちょっと難しかったかなという印象です。このレンズで行くんだったら、できるだけ晴れた日とか夕方とか結構光が柔らかくて優しい光がある時に、使ったりするのが面白いんじゃないかなと思いました。この辺のレビューとかはまた、後日やりたいかなとは思うんですけど、特に不満点もなくレンズキャップがどっちもちょっと微妙かなというぐらいで全然いい感じじゃないかなと思います。最後になんですけど X Pro 3ちょっと今修理中なんで XE4 につけてるんですけど、こんな感じです。XE4 につけるとめちゃくちゃいい感じじゃないですか。でこれ8000円じゃないですか。仮に XE1 とか E2 とか E1 ちょっとマニュアルのピーキングがいまいちなんで E2 とかに、つけて E2 多分僕が昔買った時だったら25,000円ぐらいだったんで、そしたら5万円以下のセットが作れるっていう感じですね。それは結構いいんじゃないかなと思います。初めてカメラを買う人にこのレンズをおすすめできるかって言ったらやっぱりマニュアルなんでちょっと微妙なところではあるんですけど、1本とりあえずレンズ買ったけどもう1本持っときたいなとか、ちょっと遊べるレンズが欲しいなとか、なんかお試しで買っときたいなっていうか、そんな感じのことを思っている方にはこのレンズはすごいおすすめかなと思います。で、セブンアルチザンスも乗せてつけてみるんですけど、こんな感じです。結構いい感じかなと思います。かっこいいですね、結構。XE4 自体がかっこいいから、何つけても結構かっこいいんですけど、やっぱ小さいレンズがすごい似合うなと思います。いや、このレンズマジでどっちもいいと思うっす。はい、そんな感じです。というわけで今回はちょっと軽めにお話をさせていただいたんですけど、今後も今まで通りというか、前コミュニティでお伝えさせていただいた通り、ちょっと時間があんまり取れないんで、基本的には1分前後の動画を作るようにしてて、ちょっと台本を読むみたいな、そういった感じで自分がこうやって顔を出すことはあんまりないかなという感じではあるんですけど、今回みたいに購入したものぐらいはちゃんと自分の気持ちをお伝えしていけたらいいなと思ってますので、今後も多分カメラとかレンズは買い続けるというか、定期的に買うことはあると思うので、またこんな感じでお会いできたらいいなと思います。それ以外にも写真だけの動画とかレビュー動画、俯瞰で撮ってる動画とか、そういったのはちょいちょい上げていきたいと思ってますので、もしよかったら今後ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ではまた。